Hello. Hi guys. Welcome back. Nice to meet you ということで、このポッドキャストではですね、私、ミツが日々気づいたこととか、思ったことをのんびり話していくポッドキャストでございますと。特にここに深い話はございませんので、のんびりゆっくり聞いてくれたらいいなと思っておりますと。えっ、とごめんなさい。めっちゃ蚊に刺されてる。めっちゃかゆい。あのはい。今日は、タイトルにも、ポッドキャストのタイトルにもしている言葉の話なんだけど、ゲートキーパーね。ゲートキーパー。これ意味わかる人いるかねと。これ、お前ゲートキーパーだなとかそういう使い方するんだけど、どういう意味かっていうと、好きなものを、自分の好きなものとかあるじゃん。好きな歌手とかね。好きな映画とか、そういう好きなものがね、広まりすぎて欲しくない人とか、自分だけのものにしておきたい感覚のことをゲートキーパーって言うんだけど、面白い言葉だよね。俺も最近知って、今日はこのゲートキーパーの話をしようかなと思うんだけど、俺まさにゲートキーパーだなと思ってて、あのそれをね、最近、気づいて、何かっていうと、あるニュースを見て、それが、フラミンゴエステイツっていうね、キャンドルとか、石鹸とかね、を作ってるブランドが LA にはあるんだけど、聞いたことある人いるのかな。で、すごく好きで、自分もね、家にあるんだけど、キャンドルとかね、いくつかあるんだけど、そのフラミンゴエステイツが初めて日本にね、上陸するみたいなのね。ちょっといつか忘れちゃったけど、えっと、お店ができるわけじゃなくて、和光って言ったの、和光銀座とか言ってたかな。なんかそういうお店、そのお店にキャンドルをオフィシャルで販売するらしくて、それのニュースが出てきたのね。でさ、あの一番最初にそのニュースを読んで感じたことはさ、フラミンゴエステイツも日本にできんのって思ったのね。東京ってさ、もう何でもできるじゃん。でさ、フラミンゴエステイツって俺の中ですっごい ロサンゼルスのブランドだなって思ってたから、それが東京で販売されるっていうことに対してすごくうわって思ったんだよね。で、それと似たというか、同じことがちょっと前にもあって、それがボーディっていう洋服のブランド、ニューヨーク発のやつなんだけど、それも最近日本にできて、代々木かなとかどっかにできたと思うんだけど、その時もそれを知って、また東京かよって思ったんだよね。マジで本当に何でもできるなと思って、もうなんかそれを言い出すとキリがなくて、特に今俺 LA に住んでるから、LA のお店で言うと、ランディーズっていうドーナツ屋さん、有名な大きいドーナツの、なんていうのかな、オブジェクトが看板っていうかさ、があってさ、ランディーズっていうドーナツ屋さんがあるんだけど、それも日本にできたっぽいし、あとはピンクス、ピンクスタ、ピンクスホットドッグっていう、もう
LA の観光といったらそこは必ず入ってるみたいな有名なホットドッグ屋さんがあって、それも今度日本に上陸するみたいで、第1号店で。なんか、もうマジ、東京何でもできんじゃんって思ったのね。で、なんだろうね。そう、そういったニュースを聞いたりした時とかに、なんていうのかな、本当に寂しいっていうか、切ないっていうか、またできんのっていうちょっとこう残念感がすごくてで、それって自分がさ、こう、見つけた歌手とかバンドとか、まだ売れてなくてね、インディーの時とかに知って、で、そのバンドがさ、有名になってもうみんな知ってるみたいになった時の、あの、切なさ感わかるかな？俺前から知ってたよみたいなのもあるし、ちょっとこう、残念な感じ、もうみんな知っちゃったかみたいな残念感、それと同じ感じを、こういう日本にできますって聞いた時思うんだよね。で、まさに、そう、ゲートキーパー。俺はゲートキーパーなんだよね。別にさ、日本人に楽しんで欲しくないとか、そこまで考えてはないんだけど、しかもブランドたブランドの人たちはさ、もちろんビジネスがあってこそだから、ね、東京に進出をするんだろうけど、その、なんていうのかね、やっぱこっちに住んでる人の特権みたいなところがあるんだろうなって思うのね。やっぱここに住んでるから行ける場所とかさ、ここに住んでるから買える場所、買えるもの、そう、小さなちょっとこう特別感、ちょっと特権があるから、そういったものが日本でも東京でも買えちゃう、見れちゃうみたいになっちゃうと、それがちょっとなくなっちゃうから、すげえ多分残念なんだろうなって思う。ま、正直さ、なんか逆のパターン、例えば日本のものが、日本のブランドがこっちに入ってくるとか聞いても別にね、なんとも思わないんだよね。まあ、ちょっと大きいところしかちょっと思い浮かばないけど、それこそユニクロとかさ、ダイソーとかさ、むしろできたら喜んじゃう方が多いっていうかさ、ま、それはこっちに住んでるからなんだろうけど、でもどうなんだろうね。日本でもし住んでて、自分の好きな洋服のブランドとかがあって、それがアメリカにできますとかなった時に、でも、やっぱりそんな残念みたいな気持ちはなんないと思うんだよね。うーん。だからこう、めちゃくちゃ自分自己中なんだけど、ね、まあ、日本の人たちはね、そういうアメリカの好きなものとか、好きなブランドか、買えるんだからね、いいことだろうしね。だからお前何言ってんのって話だろうけど、でも分かるかな？その気持ち。住んでる人とか分かんないのかな？俺だけなのかなって思っちゃうんだけど、どうなんでしょうね。でも、その東京にはさ、何でもあるっていうのはちょっと賛成じゃない？何でもできるじゃん。ま、ちょっと思い浮かばないけど、他に例が。だからさ、またまた取んのって感じ？
まあね、こっちで旅行に来たからこう味わえるものとか買えるものとかがあった方がさ、楽しいわけだし、まあ、どうなんでしょうねって思いましたね。だからはい。今日はね、ちょっとその話をしようと思って、その言葉をね、ゲートキーパーってやつを知ったから、それでそのフラミンゴエステイトのね、話を聞いたから、ニュースをね、見たから、ちょっとこの話をしようと思って、みんな同意してくれねえかなと思って、分かってくれるかな？それとも俺がただうざいだけ？俺のことうざい？わかんないけど、でもちょっと分かってほしいな。なんかできすぎだと思います。東京。日本？でも売れるんだろうね。しょうがないよね。別にそこにできたから、東京にできたからって別にそのブランドが嫌いになるわけではないからね。いいんだけど、やっぱその場所あってこそみたいなのがあるんだなっていうのにちょっと気づいた。ブランドもさ、ね、さっき言ったようにフラミンゴエステイツはすごい LA っぽいブランドだし、ボディも、その最初にできた時はローアーイーストサイドにさ、こうチャイナタウンにあって、こう古いチャイニーズダイナーとかがあるところのエリアにさ、ポツンとあって、それがまたかっこよかったんだけど、なんかいろんなとこにできちゃうとね、それはそれでって思っちゃうし、うるせえよって話だよね。すいません。やめるわ。もうちょっと話やめとくわ、これぐらいで。はい、今日はちょっとこの話をしたいなと思いました。はい。このポッドキャストではですね、いつもこんな感じで話しておりますので、楽しんでいただけたら、ポッドキャストのフォローとですね、YouTube も、英語のサブタイトルをつけてやってますんで、そちらのフォローもしてみてくださいと。はい。今日はこんな感じです。またじゃあ、次のエピソードですね。はい。それじゃあまた会いましょう。バイバイ。